ハイプ。これは分担です。高知の差分担。フルーツがもともと好きで見てたら自分が食べたくなるから美味しそうやなっていうの。お待たせしました。じゃあ今からホイップをします。きび砂糖、サトウキビのお砂糖です。お砂糖はもともと私が白砂糖を普段から使ってなかったっていうのもあって、こっちですね、きび砂糖にしてますね。これが一番やっぱり自分が好きなやつで、あっさり食べやすく最後まで食べやすい感じにはしてます。でもともとあんまり甘すぎるのが得意じゃなくって、それで軽めのホイップにしてます。ちょっとこれ気になったんですけど、これってこれは分担です。高知の、分担。はい、分担です。差分担。2月、3月とかまでですかね。短いんですけど、期間はね、そんな長くないんですけど、やっぱり美味しいです。で、手元になんか色が。そうなんですよ。自分も飽きないし、お客さんも楽しめるかな。で、この前やったらラ・フランスとか、そう、柿も取り寄せました。フルーツがもともと好きで。見てたら自分が食べたくなるから美味しそうやなっていうの。農薬で育ててる人がいて、去年のやつもうめっちゃ美味しかったです。ほんまに。そのイチジクの方はもともと旦那の知り合いで農家山で作ってる方がいて、それで声かけさせてもらって。そうですか、嬉しい、美味しいです。で、次はカスタードを作ります。
でもはい甘さ控えめだったりする。そうですね、そんなにめちゃくちゃ甘くないです。甘さ控えめ、食べやすいです、最後まで。小麦粉も結構選ばれる。そうなんですよね。小麦粉はなんかやっぱり違うところのにすると焼いた時の感じもなんか全然違うっていうの、油っぽくなったりとかなんですかね。そう初めて私はクレープで知りました。小麦粉でこんなに変わるんやっていうのはね。作ってすぐとかは使えなくって生地が落ち着かないというのか、今日作ったのをだいたい明日使うかなっていう感じで、やっぱ食べた時の食感っていうんですかね、生地感が違います。はい、それで生地は OK です。はい。おかずクレープを作りましょうかね、おかずを。今日のおかずはね、てりたまチキンカレーパクチーで、パクチーはありでもなしでもお好みで言ってもらったらパクチーはもともと好きで、けどやっぱ時期によってある時と売ってる時と売ってない時があるんで、たまたま売ってたんで久しぶりにパクチーは、はい。うちの子が読んでたやつです読まなくなったのをちょこちょこ入れ替えたりしてね、待ち時間がやっぱりねかかっちゃう時あるんで、その間に待っててもらったら。子供さん多いですね。幼稚園の子とか、あとは小学生だけとかでもたまに来たりはするんですけど、キッズクレープを、一応小学生未満小校対象で通常の半分サイズで出させてもらってます。お母さんと分けるより自分の1個っていうのが嬉しいし、お母さんも好きなもん食べれるから
い、いちご大福クレープお待たせしました。時間は計ってますね、大体。ただやっぱ鉄板の調子で前後は多少しますね。同じ生地でも時間の本当焼き時間だけどもう違いです。分担自体をガンとこのフルーツタルトのイメージです、本当に。だからこのザクザク感とアーモンドをプラスしてます。もう本当フルーツに合わせて作るんですけど、フルーツ買った時にこう想像でこんなんと合わせたら合うかなっていうので作ったりしてますね。バターバニラアイス。はい。だからです。はい。シナモンシュガーバターでしたっけこれが一番好きで。アイスとパリパリの皮がナイスな感じで美味しいです。
ショコラカスタードのバナナブリュレです。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ食べていいよ。先にパイナップルチョコの。パイナップルチョコ。パイナップルチョコホイップおいしい。
せしました。アイスカフェあんバターにバニラアイスですね。ごゆっくりどうぞ。ポテトですね。はい、ありがとうございます。ほい。はい、どうぞ。ごゆっくりどうぞ。ここで初めてサクサクの生地知ったんですけど、全然違いますね。だから週に1回のご褒美みたいな感じです。はい、チョコミントのアイスクレープです。バニラアイス。見て。フライよりでもこっちやけど。お待たせしました。期間限定なんですけど、美味しそうな焼き芋が売ってたらつい買っちゃいますね。美味しそうなものを見て、これやったらあれが合うかなっていうのを考えてから作ってますね。やっぱり美味しちゃいます。お待たせしました。焼きモッツァレラの蜂蜜バターです。
サイーボールって大体フルーツ何種類ぐらいフルーツ何種類やろう。バナナ、キウイ、パイナップル、オレンジ、これ今日は8作なんですけど、柑橘系、あとリンゴ、イチゴ、ブルーベリーが入ってますね。フルーツは7種類になるんですかね。なんかその季節ごとでちょっと変わったりはするんですけど、だいたいそれぐらいは入ってます。他にイチゴの代わりに違うイチジクやったらイチジクとか入ったりするんで、アサイーボールだけっていうのがまだ特になくて、アサイーグリークヨーグルトボールなんで、ヨーグルト、グリークヨーグルトを入れます。でフルーツを乗せていきます。はい。ブルーベリーを乗せます。お待たせしました。アサイーグリークヨーグルトボールです。はい、どうぞ。今でちょうど3年目ぐらい、2月で3年目に突入して、本当リピーターさんとかが結構多くて、美味しいって言ってくれるからやっぱり嬉しいですね。本当ありがたいと思います地域の方が多いですし、本当にお年寄りのおじいちゃん、子供ちゃんが赤ちゃんの時からこう連れてきてくれて食べれるようになったぐらいの年で初クレープデビューとかまでね、3年やってるとやっぱそれが最近体験できるようになって、めっちゃ嬉しいってなりますまあ私子供おるからかもしれないんですけど、子供ちゃんも一緒に来れるっていうのが一番いいかなっていう料理はもともと好きで、もそういう飲食店でしか働いたことがなくって、料理は好きです。家でも料理して、最近やともう子供が3年生女の子になったんで、一緒にちょっと誕生日ごとのケーキを一緒に作ったり、最近上の子、女の子の方の夢はパティシエさんになるって言ってます頑張ってたまにちょこちょこ休みの時とかは来たりして、シュガーバターとかが好きですね、うちの子は。あとフルーツはやっぱり好きですね。私が好きな料理の方、土井善晴さんが好きなんですけど、私はでその人の中の本とか読むんですけど、ケハレっていう、毛の日と晴れの日、晴れの日が結婚式とかそういう観光総裁なんですけど、ケハレで日常っていう意味で、日常的にクレープを味わってもらえたらなっていう感じでさせてもらってます。ケハレっていう言葉が好きです。今後いろんなね、季節ごとでやっぱり来年も多分分担はするんですけど、毎年結構違うレパートリーとかがあるんで、毎年違う味を楽しんでいってもらえたら、食べに来てくださいもう美味しい季節のクレープ食べに来てください。待ってます。